皆さんの国では、月は親しみを持たれていますか？おそらく月と関係する行事などがあり、日常生活と深く結びついているのではないでしょうか。日本でも、月は多くの人に親しみを持たれています。今日は、様々な角度から月についてお話ししたいと思います。月は不思議な天体。子供の頃、月を眺めるのが好きでした。月を眺めていると、いろいろなことに気がついたり、疑問を持ったりします。まず、月はどうしてできたのだろう、と思いました。また、月はどうして空に浮いているのか、不思議でした。さらに、明るく輝いているのは、どうしてなのか疑問でした。月でウサギが餅つきをしていると聞いたときは、最初は本当のことだと信じてしまいました。そんな子供の頃の疑問は、その後の月や宇宙の勉強を通して解決していきました。月の誕生。月はどのようにして誕生したのでしょうか？現在最も支持されているのが、ジャイアントインパクト説と呼ばれるものです。約45億年前、地球が誕生して間もない頃に、火星ほどの大きさの天体が地球に激しく衝突しました。衝突により飛び散った破片や蒸発したガスが地球の周りを漂い、それらが集まって月ができたと考えられています。月の岩石は地球のマントルの成分と似ているなど、いくつかの証拠も示されています。地球の重力が月を引き寄せる。月は常に地球の周りを回っています。時速約 3600km というすごい速さで動いています。秒速にすると約 1km になります。この月が宇宙の彼方に行ってしまわないように、つなぎ止めているのが地球の重力です。月に働く遠心力と地球の重力がうまく釣り合うことで、月は地球の周りを回っているのです。地球から見ると、まるで空に浮かんでいるかのように見えます。月が明るいのはどうして？月が明るく見えるのは、太陽のように月が光を発しているからだと、最初は思っていました。本当は、太陽の光を反射して明るく見えるのです。月食が起こると月は暗くなるので、太陽の光を反射して明るく見えるということが理解できます。でも、反射だけで、あれほど明るく見えるということは、いかに太陽の光が強いかが想像できます。月の模様。月の表面には、白い岩と黒い岩が分布しています。この2つの岩石の色の違いが、月面の明暗のコントラストを生み出し、模様を作ります。月の模様は、日本や東アジアの一部の国では、ウサギが餅つきをしている姿に例えられます。月の模様が何に見えるかは、国や文化によって違うようです。犬、ロバ、ワニ、カニ、女性の横顔、本を読むおばあさん、髪の長い女性、
バケツを運ぶ少女など様々です。月の模様ですが、いつ見ても同じ模様が見えるのはなぜでしょうか？月はおよそ1ヶ月かけて地球の周りを一周します。これを月の公転と言います。月が1回公転する間に月もちょうど1回転します。これを月の自転と言います。ですから、地球から見ると、月はいつも同じ模様の面を地球に向けて公転していることになります。もし、月が1回公転する間に 1.5 回自転していたら、月の模様は毎日変化することになってしまいます。月の満ち欠け。どうして月は形を変えるのか、子供の頃、その理由を知りたいと思いませんでしたか？三日月、半月、満月など、いろいろな形に変わります。これを、月の満ち欠けと呼んでいます。なぜ月の満ち欠けが起こるのでしょうか？少しだけ説明させていただきます。月は地球の周りを約1ヶ月かけて一周します。太陽、月、地球がこの順番で一直線に並ぶと、地球からは月の太陽の光が当たっている部分が見えません。これを日本では新月と呼んでいます。新月から3日ほど経つと、月の太陽の光が当たっている部分が細い弧を描くように見えます。この時の月を三日月と言います。新月から7日ほど経つと、太陽の光が当たる右半分が明るい半月が見られます。新月から15日ほど経つと、月の前面に太陽の光が当たるので円形の月が見られます。この月を満月とか望月と呼んでいます。この時、太陽、地球、月の順番で一直線に並んでいます。新月から22日ほど経つと、太陽の光が当たる左半分が明るい半月が見られます。このように、月の位置が毎日移動することで、太陽の光が当たる月面部分も毎日変わっていきます。これが月が満ち欠けする理由です。月と太陽。私たちの生活と深く結びついている天体といえば、太陽を忘れてはなりません。地球から太陽と月を見た時の大きさは、どちらが大きいですか？実は太陽と月はほぼ同じ大きさに見えるんです。でも、実際の大きさは太陽は月の400倍です。仮に太陽の直径が10メートルだとすると、月の直径は 2.5 センチメートルになります。こんなにも大きさが違うのに、なぜ同じ大きさに見えるのでしょうか？それは、地球からの距離が月より太陽の方が遠いからです。地球から太陽までの距離は、地球から月までの距離の約400倍あるのです。大きくても遠くにあれば小さく見えてしまいます。いつも同じ月の模様が見られること。太陽と月が同じ大きさに見えること。この2つの事実は、
宇宙の偶然と神秘さを感じさせてくれます。干潮と満潮。干潮と満潮は1日に何回起こるでしょうか？正解は2回です。1日に干潮と満潮が2回ずつ繰り返し起こります。では、どうして2回なのでしょうか？地球は1日に1回自転しています。日本を例に考えてみたいと思います。地球が自転して、日本が月に一番近い位置に来たとき、海面が月の強い引力によって盛り上がります。この時、日本は満潮になります。日本から見て、地球の反対側にある海面は、この時引力が弱くなります。そうすると、海水がそこに取り残されるので、ここでも満潮になります。月に近い海と反対側の海が満潮になります。一方で、地球の側面にあたる2カ所の海では、水位が下がり、干潮となります。このような仕組みで、干潮と満潮は、1日に2回繰り返し起こります。月面着陸。1969年7月20日、アメリカの宇宙船アポロ11号が初めて月面に着陸しました。着陸の様子は世界にテレビ中継され、多くの人がテレビに釘付けになりました。今までは、月の世界は想像でイメージするしかありませんでした。それが、実際に人間が月面に降り立って、飛び跳ねるように歩き回っている姿を、テレビで目にすることができたのです。また、同時に科学技術の進歩に驚かされました。二つのことが印象に残っています。一つは、月面に残された宇宙飛行士の足跡の写真です。人間が確かに月面に降り立ったという紛れもない証拠です。もう一つは、宇宙船の船長が月面に降り立った際に残した言葉です。これは一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては大きな飛躍である。人類による月面着陸は、太陽系や月の研究に大いに役立ちました。また、宇宙開発の技術を飛躍的に高めました。今まで何か神秘的なものであった月が、より現実的になりました。現在でも月の探査や研究が、世界各国で進められています。金属や水の存在、それに岩石の中に酸素があることなどが分かってきました。将来、人類が月面で生活する計画も進行中です。多くの課題がありますが、そう遠くない未来に現実のものとなるでしょう。月見そば、月見バーガー。月見そばや月見うどんを見たり、食べたりしたことはありますか？そばやうどんの前に、月見という字が加わると、普通のそばやうどんと何が違うのか想像できますか？正解は、丼に入った温かいそばやうどんの上に、生卵が乗っていることです。卵の黄身が月に見立てられています。
月見バーガーは、ハンバーガーの具材に目玉焼きを加えたものです。目玉焼きの黄身が月に見立てられています。月見そばも月見バーガーも、月を思い浮かべながら食べると、美味しく感じられるかもしれませんね。竹取物語。竹取物語は、かぐや姫の誕生から成長、求婚者たちとのやりとり、そして最後に月へ帰るまでが書かれています。9世紀後半から10世紀前半頃に書かれた日本最古の物語文学の一つとされています。作者や正確な成立年は分かっていません。この竹取物語は、現代でもかぐや姫の物語として広く親しまれています。その、かぐや姫の物語のあらすじを紹介しましょう。1、誕生と成長。ある日、竹取の老夫婦が光り輝く竹の中にいた小さな女の子を見つけます。老夫婦はこの女の子をかぐや姫と名付け、大事に育てます。かぐや姫は大きく成長し、美しい娘となりました。2、求婚者たちの挑戦。かぐや姫の美しさが評判となり、多くの男性が求婚に訪れます。しかし、かぐや姫は5人の貴公子に難しい課題を出し、求婚を断ります。3、帝の求婚と真実の告白。かぐや姫の噂は、帝の耳にも届き、帝も求婚に訪れます。しかし、かぐや姫は帝の求婚も断ります。そして、自分が月からやってきたことを、老夫婦に打ち明けます。4、月への帰還。ついに、月の使者がかぐや姫を迎えに来ます。老夫婦が必死で引き止めようとしますが、かぐや姫は月の羽衣を着て月へ帰っていきました。この物語では、美しく儚いかぐや姫の運命を通して人間の愛や欲望、そして別れの悲しみが書かれています。儚いは、一時的で消えやすいものの中に美しさを見出す日本的な感性を表現する言葉です。また、原作の竹取物語と比べると子供向けに優しく簡単になっている部分もありますが、基本的な筋書きは同じです。ここまで月のことを様々な角度から紹介してきました。季節も秋になり、空気が澄んで月をはっきりと見ることができるようになってきました。気持ちの良い夜風にあたり、季節の移ろいを感じながら月を眺めてみてはいかがでしょうか。皆さんの国では、月に関するどんなお話や行事がありますか？コメント欄で教えてください。もしこの動画が気に入ったら、グッドボタンやチャンネル登録をお願いします。次の動画でも素敵な日本文化の話題をお届けします。それではまたお会いしましょう。